ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は夏から秋にかけて咲く露草を描いていこうと思います。不思議なおしべの形についてや花の描き方などを説明しています。最後までごゆっくりお楽しみください。花の形について説明します。花びらは3枚。上の方に青い花びらが2枚。下の方に半透明の白い花びらが1枚だそうです。おしべには名前がついていて、X 字型おしべが3本、Y 字型おしべが1本、O 字型おしべが2本です。見た目が X に似た形のおしべと Y の字を逆さまにしたようなおしべは、花粉は少なく虫を集める効果があるのではと考えられているそうです。O 字型おしべは長く花粉はたくさんあります。めしべは中央に1本です。花の下部は半円形をした葉に挟まれていて、これは苞と言います。少し横の方から見た花も描いてみました。おしべの形についてはネットで調べたら出てきた情報ですが、こんなに身近にある植物にもまだまだ知らないことがたくさんあるなぁと、自然の不思議をしみじみと感じました。額は3枚あるのですが、絵では描かないので省略しました。花の位置ですが、花を包む方は葉の付け根から出ているので、葉の横に一つ花を描くと良いと思います。それでは実際に描いていきましょう。花の色は鮮やかな青で、ここではフタロブルーとオーシャンリーフブルーをミックスして作っていきました。平筆の8番に白と青を取りなじませます。薄い花びらの感じを出すために筆を少し揺らしながら描いていきましょう。2枚でハートの形になるように描いていくと良いと思います。横から見た花を描くときは奥の花びらを細く描きます。露草の花の可憐な感じが出るといいなと思って描いています。露草は朝露を受けて咲き、お昼前にはしぼんでしまう特性があり、露草という名前の由来になっているそうです。英語名ではデイフラワーといい、一日だけの花という意味になるそうです。葉はビリジアンヒューという緑とイエローミドルという黄色をミックスして作りましたが、お手持ちの好みの緑を使えば良いと思います。緑と黄色のダブルローディングで花を包む方を描いていきます。ふっくらとした半円になるように意識して描きました。円周になる方の筆のコーナーを回転させる感じです。葉は緑と白をなじませて、苞とは少し違う色にしてみました。露草の葉の特徴は先端が尖り、表面はつるっとした印象です。筆のラインが生きるようスッと抜くようにストロークをしました。平筆の2番を使い、奥に見える部分を描いています。サイドローディングをした筆で手前の部分との色の違いが出るようにしました。茎から出ている方の軸をライナー筆で描いています。茎の部分は丸筆の2番です。方に葉脈のラインを描き加えました。長く伸びているおしべ2本とめしべ1本を描きます。おしべの花粉の部分にはイエローミドルとストローという黄色をミックスして使っています。花びらの根元のおしべには 3,4 個のドットを打ち、今回初めて知った X 字型おしべ、Y 字型おしべの表現をしてみました。O 字型おしべには1つのドットです。散歩中に見つけた露草を私なりに描いてみました。
身近な草花を調べて新たに知ることができた自然の不思議。とても楽しい時間でした。機会があればぜひ書いてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。